デジタルミニマリズム。なかなか難しい問題だと思います、これは。なんか二つの側面があると思っていて、デジタルミニマリズムっていう方向と、もう一つはデジタル断捨離。いわゆるデジタルデトックスみたいな。なんかデジタルミニマリズムの中にだからそういう多分2系統がある。そういうイメージ。で、やっぱり順番が大切で、そのデトックスの方は、よく言われるように、いわゆる自分に対するその刺激があるようなアプリケーションとか、デジタルコンテンツとか、そういうものをなるべく少なくしていく。で、今はものすごくアテンションエコノミーって言われているような世界で、つまりそういうふうなデバイスからの刺激そのものが企業の利益になるっていうふうな世界になっている。それを指摘したのがカール・ニューポートの、デジタルミニマリズムだと思うんですけど、だからいかにデバイスを触る時間が長いかってことですよね、まず一つは。もうしょっちゅう、もうずっと触ってるし、で、これはもう自分自身もそうだけど、なんか電車とかバスとかたまに乗るとね、みんなもう見てるよね、もうとにかく。インスタグラムか YouTube、TikTok、永遠リピート、永遠ループ。てかもう YouTube か TikTok なんじゃないかな、ほとんど。たまたま自分が、こう、なんていうかな、出会う人たちがそういう感じになってるのかもしれないけど、たまに新聞読んでたり、本読んでたり、新聞読んでる人に出会うと結構、おーって思うね、なんか。過去から来たのかなとか、未来から来たのかなみたいな。とにかく減らす。で、自分は結構減らしていて、減らしているけどやっぱ難しいところがあって、それはこういうふうに発信をしているっていうことで、YouTube とか、いろいろ、やっぱ自分が使ってるってこと。で、そういうふうな消費やってると、本当に、あっという間に時間が過ぎてくんですよね。そう、だから、やっぱり、見ないっていうかね、なるべく使用時間を少なくする。ただ使用時間を少なくする方法が結構難しいってのはあって、アプリそのものをもう消してしまう。で、僕はもうほとんど消してます。ただアカウントは持ってて、だからフォローもしてないし、もうなるべく見ないようにしてるんですけど、ただやっぱりどうしてもこういうふうに、仕事で使ったりもしてるんですよね、結局ね。インスタグラムの DM から、仕事が始まったりとか、企業の方とやり取りすることもあるし。で、あと昔っていうか過去にもっとね、今よりも、写真の仕事を多めにしてた時に、依頼をいただいてた、編集の方とかディレクターの方とか、からもたまに連絡いただくことがあるし、なんか連絡手段としてのインスタグラムみたいなところはある。でも今はもう YouTube と、あとはノート、文章を書いているのと、ノートとニュースレターですね。その二つになっています。だからとにかくそういうふうにものすごく使用時間が、やっぱり減らない。あの本を読んで、本当に減らせている人っていうのは、どれくらいいるんだろうなって思うんですよね。
で、デジタルデバイスが普及したからこそ、ミニマリズムが可能になっているってところはあるんですよね。やっぱりスマートフォン、特にスティーブ・ジョブズがね、発明した iPhone の功績がでかかったと思う。iPhone の中に全て連絡手段が入っていて、計算機とか、コンパスとかメモとか、インターネットできるし、電話ももちろんできるし、で、カメラも入っていて、ビデオも撮れて、あらゆるデバイスがもうこの一台に入ってる。本当に。だからこそ、ミニマリズム、ミニマリストみたいな人たちが生まれ始めた。これがなければやっぱりどうしても物が増えてしまうと思うんですよね。だから、エクストリームなスタイルっていうのは作れないと思うんですよ。そういうパラドックスがある。ミニマリズムを追求していく、エクストリームミニマリストになっていくためには、そのデジタル的な部分もなるべく少なくしていきたいところがあるけど、でもこの iPhone に頼らなければミニマリズムは高まらないっていう、そういう問題がある。で、自分のデジタル体験っていうか、初期の記憶で言えば、本当に小さな頃に、ちょうど Windows 95とか出始めたくらいの時代なんですよね。僕が育ったのが。一応 AT キッズだけども、育った時代ってのは90年代なので、その頃まだ小学校とかにコンピューターがちょうど導入され始めてた時期で、で、一人ね、一台多分なかったと思うんですよ。なんか各家庭にもようやく、なんか大きなデスクトップのマシンが入って、それでみんなコンピューター使い始めた感じで、で、うちは別にそんなに裕福じゃなかったんで、コンピューターの導入は結構遅くて、でもその時、ものすごく、小学校の担任の先生が面白い人で、で、その人がコンピューターをくれたんですよね、なぜか。今でも覚えてる。だからそれがあるから僕は結構早くからインターネットとかコンピューターに触れることになったんですよ、多分。あの先生のおかげなんですよ。で、その先生は空手の顧問もやってて、で、僕も空手やってたんですけど、そういう部活動とか、そういうものの関係もあったと思うんだけど、なぜかくれたんですよ。で、曖昧ですけど、どっちが前後かわからないですけど、作文を書いたんですよね。多分それがきっかけだと思うんですよ。で、私の父が、働いている会社になんか小さな頃連れて行かれた記憶があって、で、そこにはそのコンピューターがようやく導入され始めて、みんなコンピューターを使っていたと。で、その景色を見て、なんか、今後はなんか一人一台コンピューターを使える時代になるといいな、みたいな、そういうふうな小学生の作文を書いたんですよね。で、ちょうどその時、その先生が僕の担任をしていて、で、それを読んで、なんかこいつ、低学年のくせにコンピューターに興味あるんだみたいな感じに思ったんでしょうね。で、それから、普通に、家まで運んできたんですよ。本当に嬉しかったし、でも反抗期に入っていくからいろいろその先生とは問題を起こしたりもするんですけど、その後。でもとにかくそれで自分の家にマシンが来て、で、そこから始まりましたね、コンピューターとの関わりが。でももちろんインターネットも契約してないし、つなぎ方もわからないから、最初はそこに入っていたゴルフゲーム。ゴルフのゲームが入ってたんですよね。で、本当にそのゲームって言ってもむちゃくちゃそのグラフィックも弱いし、そういうゲームだけをひたすらやってましたね、しばらくね。
で、そっからようやくそれやってたら、じゃあうちにも入れるかみたいな雰囲気になってきて、で、こう買ってくれたっていうか親と一緒に買いに行って、で、1台マシンが入って、まあ本当にこう、ブラウン管タイプのね、今じゃ考えられないような。そっから始まってるんですよ。でもその時は、その時代っていうのはやっぱり一家に一台みたいな感じで、まだそのパーソナルっていう、そのパーソナルコンピュータっていう名前とか名称が出る前だったので、で、ノートパソコンみたいなね、ラップトップみたいなものも、まだまだ分厚かったし、なんかそんなに一人一台持つ時代じゃなかったから、必然的にそのデジタルデバイスと関わる時間っていうのはすごく少なかったと思います。でも今は一台これに全てが入っているっていうこと。これによって便利にはなってるけど、もう一日中みんな触ってる。インスタ見たらツイッター見て、ツイッター見て、そしたら LINE 見て、LINE 見たら YouTube 見て、金魚のようにずっとこう、誘拐してるっていうのかな。一通り見たら飽きて、寝て、で、また隙間時間できたらそれ繰り返して。すごい世界だなって思うんですよね。まあでもこれがあるからこそ、まあ今、いろんなとこで場所に縛られず働くことができたりとか、めちゃくちゃ便利なことも起きていると思うし、これがあるからこそ、あなたにこうやって、私も話すことができるっていう。だから、カール・ニューポートのデジタルミニマリズムの実践で、本当にそのデバイスとの接触とかアプリとの接触を完全に断つっていうことは結構難しい時代に本当になっていると。繰り返しになるけど。で、これから AI が入ってきて、もう入ってきてますけど、IoT っていうね、インターネットオブ Things っていう概念が、これも2000年ぐらいに多分2000年初頭にはもう出てたと思うんですけど、それが今後、AOT、AI of Things っていう AOT になっていくから、逆に考えると、これまではそのいろんなデバイスがインターネットに接続されて、で、それを使うのが人間だっていうことになっていたから、僕たちはそのデバイスに対する接触頻度とか時間が多かったと思うんですけど、これが AOT になって、あらゆるものがインターネットプラス AI に接続されるようになると、もしかしたら僕たちはその AI とコミュニケーションを取るっていうことが増えるので、そうなると、そのデジタルデバイスとの接触って一時的に減少していく可能性もあるって考えてます。これはもう完全に僕個人的な、イメージですけど。よくそのほら、転換期とか、キャズムを超える前って、一回なんかその、減少みたいなことが起こるじゃないですか。グラフ的に。そういうイメージ。グって下がった後にドンみたいな。だからここでその AI がこう流行ってくるっていうか、自分たちの生活の中に浸透してきて、いい感じに使えるようになった時には、インターネットとの接触が減って、今度ちょっと90年代、80年代的な、なんかああいう、もの。スマホとかデジタルデバイスに関わらない世界線。でも AI とは関わるみたいな。AI と、あと人間とは関わるみたいな。で、そっからドンみたいな。わかんないけど。まあでもとにかく、まあそういう風にして、使わずにはいられないような状況になっているので、なるべく接触頻度を少なくしていくってこと。これしかもうないかなと思ってます。なるべく接触しないような
時間を作ってますね。最近はなるべくもう9時とかに寝て、で、朝からもう5時か5時半ぐらいまでには起きて、で、ヨガの練習をしているので、必然的に、そこの時間だけは、全く何も見ない、みたいな状態が作り出されている。で、3日に1回は走ってるんだけど、走ってる間は、でもトラッキングのためにスマホ持ってるんですよね。その自分の距離とか速度とかそういうものを記録しているので、やっぱりそれをこう持たざるを得ないような状況にはなってる。でも、その走ってる30分とか1時間の間は、だけは本当に一切そのデジタル的なものがないっていうか、そういう時間になるので、なんかそういうことをどんどん増やしていきたいなと思ってるし、増やしていけるといいなと思ってます。コミュニケーションが今、結構インターネット、メッセージとかテキストベース、あるいは電話みたいなもの、あるいはビデオ通話みたいなものになっているけど、やっぱりインターフェース、人とのインターフェースみたいなものは変わらないと思うんですよね。人間同士の会話っていうか。だからそういう人との実際の対面でのコミュニケーションみたいなものを増やすと、また必然的にそのデジタルデバイスの使用は減っていく。そう思ってます。で、アプリケーションは本当に、もうこの YouTube とあとは文章を書く。なんか、動画っていうのは結構むちゃくちゃデジタルに思えて、でもそのテレビとか通信時代が始まった頃からあるから、むちゃくちゃ技術的には昔からあるような、割とアナログな技術だと思っていて。で、やっぱり速度も、今、その再生スピードを変えられるようにはなってますけど、基本的にスローですよね。基本的にスローなものだと思います。基本的に映像コンテンツっていうのはスローなものだと思います。それは前に進む時間軸においてしか視聴ができないから。で、写真とかテキストもそうですけど、写真とかテキストっていうのは逆に音声がない。で、その視覚的な刺激が少ないっていう意味で、ミニマルなものだと思います。でもそれが複合的に重なっているのがデジタルコンテンツ。で、今のインターネットのアテンションベースのアルゴリズムだったり、エコノミーだったりするわけで、結局いろんなものが重なった上で成り立ってはいるんですけど、それを切り取っている部分。だから動画だったら動画、文章だったら文章。みたいな、なるべくその刺激が少ないようなものを作っていきたいなっていうか、そういうものを自分も作っていきたいし、使っていきたいなっていうふうに考えてます。ポッドキャストもたまにやってるんですけど、ポッドキャストはさらに映像がないから、耳だけで聞けるので、刺激が少なくスローなメディアかなと思ってます。で、やっぱり早いのとかはちょっともう僕は難しくなってきてますね。最初は結構 YouTube のショート作ったりとか、TikTok 作ったりもしてたんですけど、やっぱりね、早いのは、なかなか作るのも忙しくなるし、で、自分自身が見るのもね、本当に忙しいので、
まあでもあれはやっぱりその体力がいるというか、今のでもね、本当に10代、20代の人たちは多分ショートの方が見てるのは、結構その体力的な部分とか、あと反射神経みたいなものが、強いんだと思います、そこは。自分が年取ってるっていう。それだけのことかもしれない。で、そのデジタルデトックス、みたいなものが終わってから今度デジタルミニマリズムっていうものが適用できると思っていて、そのデジタルデトックスっていうのは、やっぱりまずそのアプリの数とか、使用時間とかそういうものを減らしていく。で、デジタルミニマリズムっていうのはどちらかというと、オーガナイズですね。自分のデジタル環境をミニマルにオーガナイズする。整えるっていうことだと捉えていて、まあ両方やった方が、その相乗効果が高まって、結果的にいい結果になるんですけど、いろんなそのアプリケーションが多かったりとか、なんか自分が使うものが定まってないうちは、その先にデジタルの整理みたいなものをやっても、煩雑になるだけだと思うんですよね。だからまず先に、使うデバイスだったりとか、使うアプリケーションだったりとか、そういう使う SNS だったりとか、そういうものを制限して、で、自分が本当に必要だって思うものだけを残して、で、その上でデジタルミニマリズムを実践していく。私はそういう風な流れを組んできました、これまで。まあでも結局繰り返しでそっちやったらまたこっちもやってってことをやっているんだけど、まあ使うものを減らした上で、じゃあどこから取り掛かるかっていうと、自分の PC の、ファイル整理とかそういうところですね。基本的なところ。ファイルとかフォルダの整理をやっていく。で、これは本当にもう仕事の内容によって異なるので、自分流の整理の仕方を見つけていくしかないんですけど、結構難しいです、やっぱり。デジタルデータってのは増える一方なんで。で、それで見えないでしょ。見えないのがなかなか難しい。本当に。例えば物理的なものだったら、ね、今だったら、キッチンに置けなくなったナッツを私の床に置いてるとか、で、それちょっと片付けなきゃいけないなとか、床に置いてるからそれをちょっとどっかに収納しなきゃいけないなとか、そういう風になるんですけど、コンピューターの中に入ってると見えないから、どんどん溜まっていくんですよね。だからこれは部屋の中にある収納の中に自分のものを詰め込んでいるような状態に近いと思います。だからこそ、自分で決めた明確なルールとか規律が必要になるし、自分をより律するっていうことが必要になってくる。これはかなり難しいことで。現実世界でも自分を律する。例えば、本当にこの時間に起きて、これをやって、これをやって、これをやってみたいなことをコントロールするっていうのは、なかなか容易なことじゃないですけど。でもそれと同じようにデジタル上でも、自分を律していかないとなかなかファイルやデータの整理、あるいはそのルール付けみたいなものを守ることはできないってことです。でも一度ルールを決めてしまえばそれに倣って、例えば僕の場合はデスクトップにまず何も置かないような状態にすると。で、映像とか音楽とかそういうものを決められたところに収納すると。それから使うクラウドサービスをいろいろたくさん使うんじゃなくて、一つだけを使うと。で、その中にまとめて収納すると。
で、なるべくその容量も少ないような状況にしておいて、月々のサブスク料金とか固定費を削減していく。そういうことをやってます。最近、ライトルームのね、私使ってる Adobe のライトルームの価格が上がって、また500円ぐらい上がったんですよ。1500円ぐらいになったんですよ。なんかクラウドになっていくらでもデータを貯められるっていう風になると、そこにやっぱ写真とかが溜まっていくんですよね。で、写真をやってた、フィルムをやってた頃は、ネガが溜まっていくので、自分の部屋が圧迫されて段ボールがどんどん溜まっていくので分かりやすかったんですけど。でもそれも結局部屋のスペースを圧迫されているっていうことだから、その厳密に言えば自分が払ってる家賃の何%をそのフィルムのスペースに使っているってことになるんですよね。だから結局それはデジタル上でクラウドサービスに課金しているのと変わらない。ただね、そのデジタル上は本当に見えなくなるし、あと本当に管理が大変です。クラウドになると、閲覧性が下がるんですよね。やっぱローカルに入っているファイルっていうのはものすごくその早く検索できたりとか、参照性っていうのかな、検索性がいいんですよね。で、自分の思うようにフォルダ変更ができたりとか、削除したりとか編集したりとかっていうのができるんですけど、やっぱり今のインターネットの感じだと、ちょっとそのシンクしたり、リンクしたり、ダウンロードしたりみたいな、そのクラウドとの連携にタイムラグが生じるんですよね。で、特に私が扱っているようなそのちょっと容量の大きな写真ファイルとか、これプロフェッショナルで写真やってる人たちも特に同じ問題抱えていると思うんですけど。だから、物理的な SSD に保存しておいた方がハンドリングは良くなるんですよね。ただそうなると、さっきと同じように、ネガと同じようにディスクが増えていくので、それは避けたいと。だから僕も最初はデジタルになってすごいこれから楽になるなとか、もっとミニマルに生きれるなっていうふうになんか嬉しく思ってたんですけど、どうやらそうじゃないって。クラウドになったところで、クラウドの管理がものすごく大変だってことが分かりました。この間、だからライトルームの整理をね、始めたんですけど、なかなかやっぱり進まなくて、ノートのメンバーシップの方でも話したんですけど、本当に取り掛かりはしたんですけどね、なかなかつまずいてて、いろんなところに原因はあるんだけども。だから、とにかく、そういう風にして、自分のデジタル環境をオーガナイズしていく。ただやっぱりその作業中とか、ものすごく立て込んだ時とかっていうのはどうしても散らかるんですよね。で、僕もそのさっきデスクトップは空にしておくっていう風なことを言いながらも、やっぱりその一時的なファイルとか、どんどん溜まっていきます。で、今日この後それをね、整理したいなと思ってるんですけど、ある程度2、3日、3日に1回とか4日に1回ぐらいは、仕事で溜まってきたものをクリアするっていう風な時間を設けてます。でもなんか慣れると気持ちいいですね。そういう、部屋を掃除してるのと同じような感じで、デスクトップとか、ファイルとか、そういうものも整理していく。あなたが実践しているデジタルミニマリズムも教えてください。コメントで。そして、
今すぐ、この YouTube を消して遊びに行きましょう。今日一日を始めましょう。良い一日をお過ごしください。また。